チャドペイに私の初めてを渡してから数日後のことだった。兄のジョシュアが突然電話をかけてきて、食事に誘った。ほんの少し前まで、一生大切にすると私の耳元で囁いていたあの男を見つめながら、私は目の奥が熱くなった。今、チャドは他の女の子のため、慎重にエビの殻を剥きながら頬をあからめている。事情を知らない兄は、ただ私ににやりと笑った。焼いてる？彼女が欲しくなったか？涙をこらえ、無理に笑顔を作った。ジョシュア。パパとママがすごくいい人を紹介したいって言ってなかったっけ？乗り気だよ。チャドの手にあった碗が突然滑り、床に落ちて割れた。1、店員がすぐに割れた陶器の後片付けに来た。兄はチャドを怪訝な顔で見た。おい、どうしたんだよ。彼女ができたくらいで、碗もまともに持てなくなるのか？チャドの顔に一瞬走った動揺は、あっという間に消え、見間違いだったかと思うほどだった。彼は涼しげに、わずかに冷笑を浮かべて背もたれにもたれた。その通りさ。クロエ・フックスは恥ずかしそうに、春の池のようにきらめく目で彼を見つめた。もう、やめてよ。チャドは椅子にもたれかけ、さりげなく彼女の背もたれに腕を回し、事実上彼女を自分のスペースに引き寄せた。彼はうつむいて彼女を見下ろし、純粋な愛情を放つ表情を浮かべている。なんだ、その言葉が聞きたくないのか？クロエは冗談っぽく彼をこづいた。兄は顔を覆い、人前でのイチャイチャにうんざりだとうめいた。私はただうつむいて食事に集中し、チャドの視線が何度も私の方に向かっているのを見て見ぬふりをした。ジョシュアは先ほどの会話に戻った。リリ、さっきの話、本気だったのか？冗談じゃないなら、すぐにコナー館に電話してセットアップするぜ。スプーンを握りしめる手に力が入った。スープを一口すすってから、また無理に笑顔を作った。もちろん本気だよ。チャドとクロエがこんなに愛し合っているのを見ると、私も誰かを見つけたくなっちゃって。私は愛し合っているという言葉を特に強調した。チャドのスプーンいっぱいのスープを口に運んでいる途中の手が一瞬止まった。それから彼はクロエの方に向き直り、声を優しくしていった。暑いから気をつけて。兄は笑った。よし、よし。妹もそろそろ恋愛を始めてもいい頃だ。家に帰ったらすぐコナーに電話するよ。カチャン。スプーンがテーブルに当たる音が耳障りなほど大きく響いた。チャドの声は低かった。すまない。滑った。クロエは彼の手を取り、心配そうな声で言った。やけどしなかった？ジョシュアはまたもや邪魔者扱いされるとうめき、私を土壇場に誘うんじゃなかった。私まで彼らのラブラブな様子に付き合わされるなんてと愚痴った。クロエの方は夕焼けのように赤らんでいた。食事も終盤に差し掛かった頃、クロエはトイレに立った。ちょうどその時、兄は電話を受け、車を移動しなければならなくなった。突然、テーブルにはチャドと私だけが残された。彼はテーブルの上のライターを退屈そうにいじりながら肩眉を上げた。おやおや、リリーシェンも随分と大人になったな。彼の口調には皮肉が込められていた。高いところに売ることを覚えたのか？バカでも彼の言葉の鋭さを感じ取れる。抑え込んでいた苦さが再び胸にこみ上げ、巨大な手で心臓を握りつぶされるように痛んだ。私は笑顔を作り、必死に言葉を絞り出した。何ですって？あなたが火を放つのはよくて、私がろうそくすら通してはいけない規則でもあるんですか？チャドは唇を開き、まだ何か言おうとしたが、その時クロエが戻ってきた。彼は慌てて一言放った。深く考えすぎるな。帰ったら説明する。そう言って彼は私を置き、
クロエを出迎えるために立ち上がった。彼女は教授に用事があるので、学校に戻らなければならないと言った。チャドは理解したようにうなずき、彼女の腰に腕を回して外へ送り出した。クロエは申し訳なさそうに私を振り返った。行かなくちゃ、リリー。また後で。私はただ首を振り、大丈夫だともごもご言った。二人が去っていく間、チャドは何度も振り返ったが、私はただ皿を見つめ、彼の目を合わせようとしなかった。ジョシュアが空のテーブルに戻ってきたとき、彼は戸惑っていた。チャドはどこに行った？今日はあいつが払うはずだったのに。マジで食い逃げしたのか？私は答えなかった。兄はまだ私の動揺に気づかず、上着を手に取ると会計に行った。2、信号待ちで車が止まったとき、ジョシュアがようやく沈黙を破った。リリー、どうしたんだ？店を出てからずっと静かだぞ。私は無理に笑顔を作り、話題を変えようとした。ジョシュは家に帰りたいと思うんだ。彼はブレーキを踏み、顔を純粋な喜びで輝かせた。やっと家に帰りたいのか？マジで？それは素晴らしい。今すぐパパとママに伝えるよ。マリアに君の部屋を改装させるさ、何でも好きなように。考えていることを言ってくれ、叶えてやる。車を再び走らせながら、彼は喋り続けた。で、いつ戻りたい？今日？遅すぎるか？みんなに迷惑かかるかな？私は突然不安になり、彼を見た。彼は手を伸ばして、愛情を込めて私の髪をくしゃくしゃにした。バカな子だ、何を言ってるんだ？家族が帰ってくるのに迷惑なんてことはない。心配するな。そうだ、チャドには知らせるか？私はそっと首を振った。いや、やめておこう。大したことないから、彼を煩わせる必要はない。クロエに誤解されたくないし。ジョシュアはうなずくと、私の部屋を改装する詳細な計画を立て始めた。私は窓の外に向きを変え、素早く目尻の涙を拭った。外の木々は緑の金状にぼやけていた。私が初めてペーケに住みに行ったのもこんな日だった。私が3歳の時、年老いた小敷が家の前に来た。母が食事を施した後、彼は不気味なほど真剣な眼差しで私を見つめ、こう言った。この子が18歳の誕生日を迎えたいなら、あなたから遠く離れて育てられなければならない。さもなければ、10歳になる前に命を落とす運命にある。両親は最初はデタラメだと思った。しかし、3歳の誕生日を迎えた後、私は病気がちになった。絶えず。最悪の時は、病院が危篤状態通知を出した。パニックになった兄が、あの老人の言葉を両親に思い出させた。議論の末、両親は転ばぬ先の杖だと考えた。そこで、彼らは私を隣町の親友の家族のもとに住まわせることにした。ペイケ。チャドの家族だ。私は15年間、彼らの家で暮らしてきた。車が山の上のペイケの別荘に到着した頃には、私の方の涙の跡は乾き、兄は何も気づかなかった。私は車から飛び降り、陽気なふりをした。ねえ、ジョシュア、ちょっと待ってて。荷物を持ってくるから。すぐだよ。別荘の前の庭は混乱していた。作業員が忙しく動き回り、掘ったり植えたりしている。私を見て、ペイケの家政婦は動揺した様子だった。シェンお嬢様。どうしてそんなに早くお戻りに？最初は戸惑ったが、すぐに理解した。私の荷物すべてが、物置のドアの外にでたらめに積み上げられているのを見たのだ。家政婦は急いで説明した。ペイの若様が東棟の部屋に移るようにおっしゃいました。ただまだ準備が整っておらず、一時的にあなたのお荷物をここに置かざるを得なかったのです。
どうぞおかけください。スタッフに急がせます。もうこれ以上壊れないと思っていた心が、再び残酷にえぐり出された。私は苦笑を浮かべた。大丈夫です。彼らのせいではない。私はかがんで荷物を拾い始め、大事な書類をスーツケースに慎重に戻した。庭の騒音は絶え間ないブーンという音だった。私は自分を抑えきれずに尋ねた。なぜ急に増援を？家政婦は丁寧に答えた。若様が間もなくご地中でおめでたいことがあるとおっしゃいました。将来のペイ夫人はスズランがお好きなのです。ですから重要でない植物を処分して、スズランのための場所を空けなければなりません。昨日海外から空輸で手配されました。今日の午後到着します。とても貴重なものなのです。私の頭は真っ白になった。私はチューリップが好きだった。何度もチャドに話したことがある庭いっぱいにチューリップを咲かせたい夢を。彼は眉を潜めて面倒すぎるというか、ただ手を振って家政婦に頼むように言うだけだった。他家の客人として、そんな軽薄な頼み事をするのは気が引けた。しかしスズランはチューリップよりも100倍繊細で手間がかかる。つまり面倒かどうかではなかったのだ。誰のために面倒を厭わないかということだった。積み荷の細貨にはチャドに関連する品々が入った箱があった。彼が私のために折った9999羽の折り鶴。私たちの最初の写真、二人とも近づきすぎないように気をつけ、彼の両親に何かを見られるのを恐れていた。彼が18歳の時に初めての深海ダイビングから持ち帰ったサンゴの破片。彼は私たちが多くの初めてを共有し、世界の脅威を私とだけ体験したいと願ったと言った。昨夜の記憶がよみがえる彼が私を抱きしめ、もう一回と甘くささやく声。それはどの昼ドラよりも吐き気を催すものだった。私は彼の腕の中に横になり、いつ両親に私たちのことを話すのか尋ねた。彼はすぐにと言った。そしてすぐにとは、今日、彼の女友達との食事会だった。涙が再び溢れた。家政婦が優しく尋ねた。シェンお嬢様、大丈夫ですか？東棟の部屋は同じ間取りで、日当たりも十分です。ただ、しばらく使われていなかったので、埃が少し多いだけです。何かご不満があればおっしゃってください。さもなければ、若様がお戻りになったら私たちが怒られますから。私は首を振った。必要ありません。実家に数日泊まります。彼女は明らかに安堵の息をついた。私はスーツケースを手に取り、思い出の箱を指さした。これを全部私のために捨ててください。家政婦は驚いた様子だったが、結局はうなずくだけだった。ペイ家での15年。今日、ようやく終わった。兄は運転席にだらりと寄りかかり、スマホをいじっていた。私が出てくるのを見ると、飛び出してスーツケースを運ぶのを手伝った。もう数日泊まっていかないのか？と彼は尋ねた。私は数ヤード先の別荘を一別し、苦笑した。もう終わりにした。3. 実家への高速道路でチャドから電話がかかってきた。私はそれをスパム電話のように無視した。兄は運転に集中していて気づかなかった。彼はまた食事の話を持ち出した。私はついに耐えきれず、ためらいがちな声で言った。ジョシュア・チャドとクロエはどうやって知り合ったの？兄は思いに沈んでため息をついた。ああ、クロエ。彼女はチャドの逃した魚だ。彼の理想の女性さ。彼はこれまでずっと独身で、彼女が戻ってくるのを待っていた。高校時代、彼女のために停学になったこともある。彼女がウェイトレスをしていたとき、客の一人が彼女にセクハラをした。
チャドはビール瓶を手に取り、男の頭に叩きつけた。彼は男の肋骨を折り、喧嘩で自分も足を折られ、二人とも警察署行きになった。チャドは未成年だったので、金で解決したが、学校をサボっていたので停学処分は免れなかった。彼は肩をすくめた。とにかく、そう聞いたよ。俺は同じ高校じゃなかった。お前はあのサマーキャンプに行ってたから、多分聞いてないだろうな。すでにどん底にあった私の心は、深淵に突き落とされた。そういうことだったのか。あのサマーキャンプ。私たちは国立公園でキャンプをしていた。あの夜、近くの建設現場の作業員数人がキャンプ場に忍び込んだ。今でも感じる太ももに触れたザラザラした手、病気のようにまとわりつく、べとつく悪夢のような感覚。悲鳴が上がった。私だけではなかった。他の女の子たちの親が次々到着し、説明を求めた。私の両親は海外にいた。兄は寮にいて、すぐには来られなかった。チャドの両親に迷惑をかけたくなかった。私が思い浮かべたのはチャドだけだった。震える手で彼に電話したとき、私は彼がすべてを放り出してすぐに来てくれるものだと思っていた。しかし電話の向こうの彼の声は曖昧だった。こっちでもちょっと用事があって。もう少しだけ待っていられるか？約束する、明朝一番で会いに行く。誓う。がっかりしながら私は承諾した。キャンプは私たちをホテルに泊まらせた。あの夜は眠れなかった。目を閉じるたびに、あの見知らぬ男の服についた古いタバコの匂いしか嗅げなかった。翌朝、疲れ果てた様子のチャドが私のホテルの部屋のドアに現れた。私はもう我慢できなかった。彼の胸に飛び込んで泣きじゃくった。彼はよろめき、困りながらも愛情を込めてため息をついた。おい、おい、もう来ただろう？どうしてそんなに泣くんだ？泣き疲れてから彼が待ち場杖をついているのに気づいた。彼はバスケットボールで怪我をしたと言った。病院の看護師を出し抜いてここまで来たのだと。私は罪悪感と悲しみでいっぱいになった。私はそっと彼の怪我した足に触れた。まだ痛む？ごめんね、知らなくて。彼は苦笑した。痛いよとからかって言った。だが、キスしてよくしてくれれば、痛みが止まるかもしれない。彼はそれを言うと固まり、私と同じくらい驚いていた。なぜなら私は実際につま先立ちになり、彼の顎に柔らかく、かすかなキスをしたからだ。私は恥ずかしさのあまり引き下がろうとしたが、彼は私の手首を掴んで彼の胸の中に引き寄せた。彼の息は荒く、声は突然太くしわがれ、自制心と戦っているようだった。彼は歯を食いしばり、一期一会を意識して話した。リリー。キスするのは男の仕事だ。私はただアートもごもごい、頭は真っ白だった。なぜ泣いているんだ？兄の心配そうな声が記憶から私を引き戻した。彼は路肩に停車しようとしていたが、私はティッシュを一つ噛み取り、素早く顔を拭い、言い訳をでっち上げた。チャドとクロエのラブストーリーにただただ感動してしまって。ジョシュアは半分呆れ半分面白そうに私を見た。女の子ってそんなに感傷的になるんだな。そんな簡単に泣かされちゃうのか？彼はまだ何か言おうとしたが、彼の電話がブンブンとなった。画面にはチャドの名前が表示されていた。私は窓の外を見つめ、表情がバレてしまうのではないかと恐れた。チャドの低い声が奇妙な怒りを込めて、スピーカーを通して車内に響き渡った。ジョシュア、お前の妹がどこにいるかわかるか？